衝撃クソゲーなのか、それとも神ゲーなのか。100メガショック圧倒的スペックを誇るアーケードゲームをスーパーファミコン16メガに落とし込んだ問題作。3ソフトからスーパーファミコン用ソフトとして発売されたワールドヒーローズ。みんな大好きアルファ電子の格闘ゲームワールドヒーローズの移植作になる。タイムマシンを発明したブラウン博士が歴史の英雄や伝説の戦士たちを異なる時代から招集し、歴史上最強の男は誰かを決める格闘大会を再開するという破天荒な設定の 2D ゲームなんで、どこかで見たことがある歴史上の人物や実在する人物っぽいキャラクターが登場するのが特徴。当時のゲームセンターはプレイしたくても怖いお兄さんが多く、おもちゃ屋や駄菓子屋の前などに置かれた MVS でプレイしていた思い出のタイトル。スーパーファミコン版は当時のアーケード筐体と家庭用ハードでは性能差がありすぎて、グラフィックはよく再現されているものの、ステージのギミックや背景が動かなかったり、ボイスがカットされこもった感じで全体的にしょぼくなって、当然劣化移植になっている。しかしオリジナル版を可能な限り再現し、さらに初代ストリートファイター2でも不可能だった同キャラ対戦ができるようになっている。しかもオリジナル版は3つのボタンでの操作になり、弱強をボタンを押す長さによって使い分けないといけなかったが、このスーパーファミコン版は弱強がそれぞれのボタンに設定できるようになり、5つのボタンで操作できる。なのでプレイしやすくなっている。先ほどグラフィックの劣化を言ったが、そのおかげでスーパーファミコンでも処理落ちが少なく快適にプレイができる。100メガショックのネオジオソフトを上手にスーパーファミコンの16メガに落とし込んだ、まさに神移植と言ってもいい作品。家庭用ハード操作システムのプレイしやすさもあり、一部のキッズたちにカルト的な人気があった作品。今回特にツッコミどころ満載なあのキャラクターをピックアップ。レジェンドプロレスラーハルク・ホーガンそっくりなマッスルパワー、ラリアットの変形技アックスボンバーそっくりなマックスボンバー、掛け声も一番でなくナンバーワンと、どこまで似せてんだそのまんまじゃんと思うほどのキャラクターになっている。あまりにも似ていたため、ワールドヒーローズ2以降では特徴であるヒゲが剃られている。本作のコマンドシステム的に1回転コマンドのコマ投げ、トルネードブレーカーが出しやすくてほんとよく使ったキャラクター。スーパーファミコンだったら絶対に処理落ちするだろうと思われたデスマッチモードも快適にプレイできる。次回作スーパーファミコン版ワールドヒーローズ2も良い出来だし、ゲームボーイのネットワールドヒーローズ2ジェットも良い作品。なぜ同じネオジオ移植作品のスーパーファミコン版画廊伝説はあんなことになってしまったのかと不思議に思ってしまうほど本当にいい移植作品になる。ちなみに久々にプレイして思ったんですが、昇竜拳コマンドマジで出にくくないですか？前下斜め前下じゃなくて前後ろ斜め下前斜め下の入力じゃないと出ないという謎の仕様。格闘ゲーム経験者がドツモにはまるトラップでした。皆さんはワールドヒーローズといえばアーケード版スーパーファミコン版どちらに思い出がありますか？マックスパワー使っていた、昇竜が出ないなどとコメント欄で教えてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。